にちは。今日はティファニーでブレスレットを購入したので開封動画をやっていければと思います。購入したのは T ワイヤーのダイヤ付きのブレスレットなんですけれども、最初に銀座本店で購入したんですけれども、最初はハードウェアのマイクロリンクブレスレットって一番細いタイプのブレスレットと迷ったんですけど、お店でいろいろ付け比べてみて最終的に T ワイヤーのしかもダイヤ付きのやつがいいなと思って購入してしまいました。それでは開封していきたいと思います。すごい担当のお姉さんが綺麗にリボンを包んでくださって、リボンを結んでくださって、すごいピンと立てた感じで結んでくださって、すごいプロだなと思っています。開封していきます。一度包んでくださるところも見ているので実物も見てるんですけど、やっぱりいざ開ける瞬間はドキドキしますね。すごいブレスレットは箱が大きくてすごい圧倒される感じなんですけど、実は 1ヶ月ぐらい前にティファニーでリングも購入していて、それまで全然なんでしょう、アクセサリーとかジュエリー持ってなかったんですけど、そのリングを購入した時になんか指のキラキラを見てたらこう手元手首にもキラキラさせたくなってしまって、1ヶ月足らずでブレスレットをお迎えするという形になりました。直していきたいと思います。なんかこういう形で巾着でこう傷つかないようにガードしてくださいました。このね、巾着もすごいティファニーだなーっていう感じですごい可愛いですよね。これもなんか旅行の時とか持ち運びに使いたいなと思います。はい、こちらですね。じゃあ見えてますかね。キラキラなんです。すごい可愛いですよね。なんか実は開封動画をいろんな他の YouTube 動画とかを拝見させていただいて参考にさせていただいたので撮ってみようと思って撮ったんですけど、どうしていいかよく分かっておらず初めての動画ですが、ちょっとお許しください。はい、こちらになります。キラキラ、すごいダイヤがついてないものとすごい迷ったんですけど、他に持っている指輪は石がないタイプなので、それもあってこうやっぱりキラキラしているといいかなと思って思い切ってダイヤ付きを買ってしまいました。どんどんなんかこれからも値上がりしていくだろうなと思うと、今のうちに欲しいものは買ってしまえと思い購入してしまいました。じゃあつけてみますね。なんか私普通のチェーンのブレスレットとかすごいつけるの苦手で不器用なんですけど、これはこうキュッとすぐつけれるっていうのもいいなと思いました。こんな感じですね。はい、いかがでしょうか。すごい普段デスクワークが中心なので、こう手元をキラキラさせるとすごくモチベーションも上がるので、はい、早めに買って長く楽しもうという作戦でございます。私全然ネイルをしてもすぐ剥がれちゃって、ネイルはうまくできないので、ちょっと代わりにジュエリーでキラキラさせていきたいなという所存でございます。はい、開封動画でございました。この大きな箱どうしようかなと思うんですけど、皆さんどうしてますかね。なんか多分もう使わないだろうなと思いつつ、もったいなくてちょっとなかなか処分はできなそうだなと思うので、クローゼットで大切に保管したいなと思っております。で、今日たまたまなんでしょう、ホリデーシーズンということでチョコレートと、あとこれはトラベルケアキットって書いてありますが、お手入れのキットもいただきました。ちょっと開けてみます。こちらですね、すごい可愛い巾着に入っておりますが、中身は何でしょう。なんかいろいろ入ってますが、これがジュエリーポリシングクロスですね。
ちらがジュエリーをこう綺麗に拭きするためのグラスが入ってました。これありがたいですね。なんかどうお手入れしたらいいかよく分かってなかったみたいなところもあるので、これで大切に磨こうと思います。結構指輪の方も毎日ほぼお風呂入る時以外はつけてるんですけど、結構保湿クリームというかハンドクリームを塗る時に一応外すんですけど、なんか結構油分がついちゃったりとかしがちなので、はい、大切にしていきたいなと思いますね。とこちらがジュエリーケアティッシュということで、これは使い切りのあれですかね、なんでしょう、拭き取り用の、ティッシュみたいなものが何個か、1、2、これ全部そうかな、何個か入ってますね。6種類じゃない、6枚入ってます。ありがたい。で、こちらが前もこちらの指輪を購入した時にお店でいただいたかなと思うんですけど、美味しいチョコレートかなと思います。こういうなんかちょっとしたというかプレゼントいただけるのも嬉しいですよね。時々イベントの時にいただけるそうなので、ちょうどイベントの時に伺えてよかったなと思っております。こちらも開けてみますね。嬉しいですね。よいしょ。少し。よいしょ。なくなっちゃった。こういうのね、綺麗に開けて取っときたいなと思うんですけど、綺麗に取れましたね。ピエール・エルメさんですね。かわいい。こちら見えるかな、鳥さんとティファニーのロゴのチョコレートです。こちらは後ほど大切にいただきたいなと思います。ミルクチョコレートとダークチョコレートみたいなやつが入ってますね。はい、ちょっと慣れない動画になりましたが、以上で開封動画を終わりたいと思います。またジュエリーのこととか、なんか作家のこととか、いろいろ動画にできたらいいなと思っているので、ちょっとこれからも、また見に来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。こんにちは。改めて動画を見たら全然ブレスレットが映ってなかったのでもう一度ちょっと手元を映してみたいと思います。こんな感じ伝わりますかね。結構キラキラですが、ダイヤがついてないものも、T ワイヤーブレスレットの方ですね。なんかナローブレスレットとそうじゃないブレスレットとあるんですけど、この形は T ワイヤーブレスレットっていうナローじゃないタイプのものなんですけど、ダイヤがついてないやつもね、この T の部分が地金な形になっていて、それも可愛かったんですが、今回はというか、もうこれで最後な気がしますが、ダイヤ付きのものにしました。結構私結構手が日焼けしてしまっていて綺麗じゃないので、ちょっと少しでもダイヤの輝きで肌を美しく見せれればいいなという気持ちでおります。それでね、この白いバラもティファニーさんから購入した記念かな、なんかちょうどイベントをやっていて、今日からお花をプレゼントしてますということでお花もくださいました。本当に普段あんまりお花を買わないので、お花が部屋にあるの嬉しいなと思って飾っております。またちょっとお部屋のルームツアーとかもできたらいいなと思っているので、動画を頑張って作ってみたいと思います。今日はありがとうございました。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。では。